お邪魔してます。チー油を使ったり、昆布水を使ったり、うなぎを使ったり、それはできてからのお楽しみなんです。いってらっしゃい。例えばじゃあ仮に2人で便座ル持ってるとして、どっち手で持ってます？麺入れるとき左手ですか？で右手2つやるでしょ、僕。はい。あ、そっか。で入れてこうやって、はい。そうですよね。で、俺、こうやって。ではい。で麺湯切りをしまして、でどうしましょうかね。一番綺麗なやり方としては、僕左手で入れますね。こっちで。こっちで。はい。こうやると、ほら、こうでしょ。はい。ああ、いいっすね。そしたら、要はこっち側とこっち側になるんですね。そうそう。俺がパンだったら振り向いて、俺がこっちにこう抜くんだ。はい。こう抜いたら、この箸とこれを近づいてきて、はい、自分が入れる時のやつを箸を使ってやったら、はい、こっちを軽く持ち上げて、ああ、そうですね。そしたらこの盛り付け入って、チーをかける、ちげちゃんがネギ、俺がチーをかける、ちゃんがネギ。うん。で、2人で行ってらっしゃいっていうのを。いってらっしゃい。あ、いいです、そうです、完璧です。完璧です。ありがとうございます。そうです。もう話し合って、チー油を使ったり、昆布水を使ったり、うなぎを使ったりっていう、それはできてからのお楽しみなんです。それを中村君が仕上げてくれてます。今ニューヨークもですね、僕釣りするんですけど、はい、うなぎが釣れるんですよ。で、僕もう本当にうなぎ釣れるんで、だから自然とうなぎ料理できるようになっちゃったみたいな。そうなんですよ。別に僕うなぎ屋さんで修行したわけでもなく、今日ちょっと早川の方でうなぎが1本だけ奇跡的に上がったんで、いや上がってくれなかったら今日の試食もできなかったんですよ。面白いですね。やっぱそういうね、そういうパーソナルな部分からこういろいろ出てくるんですね、なんかね。そうですよね。まあ人から習うこともたくさんありますけど、趣味から転じる部分ね、ラーメンなんて皆さん結構そうですからね。チー油も出す？そうですね、チー油もあった方がいいかもしれないです。チー油溶かすのは何で溶かすんだっけかな。まあ、あれでいいと思いますよ。まずはバターのように無理に溶かそうとせず、ちょっと待ちながらだよ。はい。あとじゃあこれ残りは任せます。ありがとうございます。はい。
鴨フォアグライス、鶏のスープと塩だれ、もう少し硬くできます。本番は。これ今結構冷たくできてるんで。チー油もすごく後味いいな。チー油とうなぎが初めて会ってくれたんでね。これだ。タレにしで、よう。タレの方がいいかもしれないです。僕も飲み物合わせるにしてもこっちの方が合うような気がします。あとラーメンがこれから出てくるあれになるつながるストーリーはあるよね。すね。こいです。お、納豆みたい、モロヘイヤみたい。本当だ。すごいです。これはこれで綺麗ですよね。ちょっと白くまとった感じで。あったかくても十分美味しいけどね、これね。水で締めないから麺が薄くないじゃないですか。要は干してたのを冷たいスープ、冷たい昆布水合わせることでギューって吸ってくれるから、確かにそうなんだよね。そうあんまりね、そうソースで洗うってことをしないんで、昆布水だけで和えると伸びが遅いね。うん細麺なのに。まあ温度が一気にグッて下がるっていうのはもちろんあると思いますし、締めないでできるんだったら締めない方の味の方が面白い。まあレアですね。あったかくいきます？あったかくいきます？楽は楽でしょ。冷やさなくていいんで、で、そっちの方がなんか面白くない？まあ人があんまりやらない料理ですね。そもそもキャビアがあったかいところに入るっていうのはないんで、だったらこれあったかいのでやっちゃった方がそうしましょうか。時間も早いし、うんいけると思いますこれ。うんあったかいので、中村屋なんだろう塩だではい。ネギオイル、ネギオイル昆布水、キャビアキャビ完璧です。ア。あと時間内に収められるかどうですね。今回のイベントはどなたの発案でというか。私の発案です。あ、で、私が大好きなまあ僕浜田さんっていうその和牛マフィアのまあ社長、はい。結構僕大好きなんですけど、まあ同い年で。で、はじめ浜田さんの方から、和牛マフィアでなんかいろいろイベントをやりたいと、ラーメンの。中村さんが連れて行きたい人、どなたかいますみたいな感じで、聞いてくださって、なんかもう本当にソウルでやり取りができるような、人、まあ、何人かいるんですけど、そのうちのやっぱりパッてやっぱニューヨークで頭に思い浮かんだのが島崎さんとまたコラボしたいなっていうのはあって、で聞こうと思ってた矢先に逆に連絡が来たんですよ。でしげちゃん発表があるみたいな、でラークに入ることになったみたいな
おおみたいな。うんで、おめでとうございますっつって、まあ、もう、7月還暦なんだよ。で、その時に発表するんだよ。いつですかっつったら、7月4日、僕が帰る日ですよって話で、もう勢いで、なんだったら僕とコラボしませんっていう話して、じゃあやりましょうと。ラッキーと思って、まさかOK してもらえると思わなかったんで、結構積もる話もあったんで、その積もる話を、言ってみればラーメンにしてみても面白いんじゃないみたいなところもあったし、っていうのが結構いきさつですね。はい。この間はありがとうございました。暑い中すみません。めちゃめちゃ楽しみです。楽しみです。混ぜ麺が今、いらっしゃい。いきます。綺麗。エビも全くないですね。全部北海道名前だけどラウスと道南カゴメ石どうですか。一等とかじゃないですよ。一等だとここまでいかない。二等三等選んだ方がこの味は水出し試合検討する。しげちゃんに何をおっしゃいますよ。25年前に水出しがまだそのラーメンの世界でまだ新しかった頃ですね。で、例えばまだ誰もその水で出汁が出るってことを信じてなかった時に、私たち結構水にうるさかった。水なんですか。リバースオスモーシス。あれです。
前メニュー名を決めた決めたそうっていうのもメニュー表を作りたくて。そうですよね。キャビアの混ぜ麺なんですけど、ただあんまりキャビアの混ぜ麺っていうよりかはもうもろそう昆布水の昆布です。そうです昆布水の混ぜ麺、塩だれとネギ油。そう。二人のがいっぱい入ってる。二人のコンビネーションで。いいじゃないですか。それ行きましょう。これ20何年前にコンビネーションってやったじゃない、そこの写真出るからその名前を2つに使ったらどうかな。じゃあ初めての2人の混ぜそば。25年ぶりのコンビネーションってのはどう？ああ、いいですよ。25年ぶりのコンビネーションコンビネーション。いいじゃん。どうですか？完璧です。完璧ですか？ちゃんと言ってね。ダメな時はちゃんと言ってね。いや全然大丈夫です。で、コンビネーションでいいですか？カタカナでコンビネーション。コンビネーション。疲れが吹き飛びます。びっくりしてます。昆布だけなんですか、本当に。ずーっとこの口の中での余韻が。大成功。醤油だれ。あー、うまいねー。うまいね醤油だれっていうか醤油ですね。なんだろうな。まあ、ちょっと勉強させてもらったら。っていうか作らない醤油だれ。ここにこれを上に添加して華やかするんですよ。すごいね。醤油よりも醤油ですよ。何がすごいって、そのタレっぽい味じゃないの。醤油だもんね。醤油スーパー醤油。11種類。だから本当にレイヤーが余韻もずっと続くし。そうそれぞれでいろんな人が参加してるから、華やかさとか奥とか広がりが全部入るように温度を調整するっていうのが水と鳥しか使ってない人の宿命なわけよ。それで表現するしかないのよ。まあそんなに季節することないんだけど。すげえ。なんか今回用に。いや、いつものがなんかいつもスペシャルに作ろうと思っているんだけど、作り方一緒みたいな。だけどなんか舐めた瞬間におーみたいなのあるんでしょ、変えてないんだけどおーっていうのが今日はいつもより来てるんで、来てます。神降りてきてるんですね。いや、神じゃないかもしれない。神じゃない。悪魔かな。大体裏返しやりながら今、20分からスタートしたから今8分なので、はい。
な感じで。いいと思います。おかえり島崎さんって感じだよね、本当に。そうめんが入ってる。本当に鳥を食べてるようなラーメン。泳いでる感じでしょ。全然違います。ワンポイント。僕の気に入り。むちゃ面白いっす。ラーメンってこんな面白いんですねってぐらい。だってほぼ水。いいね、俺なんてそんなことばっかやったんだよ。それが面白いって言われてもよくわかんない。当たり前。こんな面白い。あ、そうなの。ほぼ水なのに食べれます。 3人でね。中身なんですか？チーズ。お塩と昆布水とビネガーで、ほんとすべてがちょっとしか入れてないんですけうん。ど、ほぼ水でできてる。めちゃくちゃ美味しい。すごいっすね。はい。それがよかった。楽しいっすね。さあ行きましょうか。マクさん、マクさん。Welcome back to Tokyo。中村さん。Welcome back to Tokyo のワギマフィア。そして、ミスターロック。Welcome to ワギマフィア。さあ行きましょうか。シャーク SM で11日。ウルトライージウルトラ。いってらっしゃい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 。なんでしょう。まあお店ではね、だけどこれからは違うかもしれないよお客さんが得る島崎さんからのインパクト、ラーメンのインパクト、このロックと全く同じだと僕は思うんですよね。だからこれを島崎さんがどう解釈するっていうのが僕の中の一つのこうテーマだったりするんですよ。だって絶対面白いですよ、でも同じロックでも生と動があるとかいろんなやっぱ表現の仕方があると思うんで。Are you ready? On fire, it's the さあ行きましょうじゃあ。さあ行きましょう。
最高、ごちそうさまでした。いいですいいですこれも縁でしょうか。縁ですね本当に。うんでもなんかあそこに連れて行くと満足していただけましたかって聞く必要もないぐらいみんなもうビッグスマイルでねいいんですよ。でもこれもラーメンもね、ラーメンがね、そうですね。紡いだ縁だからねラーメンうん、不思議だよ。不思議。まただってね、だって君が22、3歳で俺が30何歳の時にね、なんか偶然あったんだもんね。確かにそうですね。25年前最初に会った時あるけどね、しげちゃんは3年後にラーメンやってみてるかと言ったらさ、僕そうかも思いませんって言ったよね。そう言ってますね。他の仕事やってるかもしれないよく覚えてますって言って、でもそうなんじゃないかなと思ったのよ。ラーメン屋じゃないかもしれないこの人はぐらい、いろんな部分に長けてたから、いや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 。だけど今でもラーメン屋っていうのはなんか嬉しいことあるよね。そうです嬉しいね。やっぱりなんかね。嬉しいですよね。うんラーメン。ラーメンやってたから出会えた人たちすごいたくさん多いんで。そうだね。一生やるぜとか言ってるやつの方がやってなかったりするんだよね。そうですね。うんだよね。なんか今日この道を歩いてきたこの道のあそこまでのでさ、なんかすっごい話してるよね。この道すごい取れてないこれ。この道話しやすい。いやこれは何に出すこれ。何出すすごいこれ絶対にどっかに出してよこれ。の？もちろんやばいよねこの話。すごい本気に話してるよね。ああそうですね。うん。はい、加水が多いとか、今日一つはうちの麺が半分。で、うちの麺も半分で、ちょっとお互い本当はストレートなんですけど、今回ちょっと島崎さんちょっとしたいっていうのもありまして、自分の方はちょっと手もみを今即席で作ってます。初めて同じ丼に僕の麺と中村君の麺が入る。今回初だよね。そうです。一つの丼に一つの丼に麺揚げが2人いるっていう。なんとなく僕の世界でほら違う麺を1個入れて、なんとなく自分はなんか邪道感があるけど、それをなんかこう今回はね、そうあえてあえてやらなそうなことやらなそうなをことをしっかりやりましょう。やらされたのはやらなそうなことは島崎さん絶対やらないんで。やれって言われないですよ。それはやっぱ価値だから。いや今まではそうであったとしてもなんかいろいろなねこうもう本当に25年ぶりのなんですかまたこうマッチみたいな感じなので。還暦言うなよ還暦。
泡だけをあれに入れといてもらっていいですか。お待たせしてすいませんね。どうもお願いします。キャラの濃い島崎さんと中村さんと浜ちゃんの3人が並んでて圧がすごかった。お邪魔してます。いってらっしゃい。もう醤油ラーメンここがもう一番好きです、はい、ここに匹敵するレベルはあまりないと思います、はい、最初食べた時はちょっとびっくりして、ラーメンってこんなに美味しいんやみたいな。例えば麺の加水でありスープの温度であり毎日毎日1ミリずつなんか変えていってその辺の積み重ねを、この11年間はすごく今まででできた、ちょっとラーメン作るの前より上手になってます。何なんですか名前は。名前ですか。はい。最初ロックンロール1だったでしょ。はい。それの次がロックンビリースーパー1と、次はすごいシンプルにロックン3っていう